こんにちは、あいろ70です。1年ほど前に私に対する質問を募集して、その中で撮影に関する質問というのがすごく多かったんで、今回その質問に答えることと、あとどういうふうに編集を普段進めていってるかという動画を作ったので、もし編集に興味のある方は見ていただけたらいいなと思います。でそれで、最初に、そのいただいた質問に答えていこうと思います。いつもお使いのカメラは何でしたか？これはね、これ DJI Pocket 2。多分ね、今 DJI Pocket 4まで出てんのかな。すごいこれね、古いですもん。中国の会社なんですよ。そうですね、 DJI のポケット4まで出てるんで、これすごい古いです。2なので。でね、今の4とか3からかな、ここの画面がもっと大きいんで、その画面をこうカチャッと横にしたらもう電源が入るそうなんですね。でもなんか私はこのスリムさっていうのが気に入ってて、2ばっかり買ってます。でもこれで2代目ですね。ちょっとね、ボタンが電源入らない現象とか起こってきたりするんです、長く使ってると。どんなカメラが使いやすいいうのもそうですね。ちっちゃくってスリムなやつが使いやすいです。で、カメラはずっと手に持ったままの状態が多いですか？私は、これ別売りなんですけど、なんて名前だ、ジョイビーっていうやつかな。これをこんな感じでくるくるくるっと、こんな感じで撮ってます。これを持って、でも電車とかそういう公共に乗る時とかはこんなちょっと目立たしたら注目されちゃうから、これを撮って隠すようにしてシュッて撮ってたりします。で、ジンバルカメラとスマホのカメラ、撮影は半々ぐらいですか？でこれはね、もう8割9割こっちですね。でスマホで撮影するときは飛行機、夜景がね、なんかあんまりこれ綺麗に映らないんで、飛行機が夜飛び立つ時とかはスマホですね。街歩きの時はどのように撮影しているのでしょうか？だからこんな感じ。これを私いつもこのカバン持ってるじゃないですか。パンを選んでこういうトレイを映しながら移動してるシーンっていうのは、ここにこれをこうやって差し込んで映してます。こうやってトレイ持ってこんな感じで、お店の中で撮影するときは目立たないようなカメラの持ち方をされていますか？だからお店もこのパターンが多いですね。お店の人と喋る。レストランやショップで撮るときは毎回撮ってもいいか聞いてからですか？聞いてません。撮影の注意を受けたことはございます。教会とかは 1,2 回あったかもしれないです。だからもうそれ以降は教会とか入るときはもう基本カメラ電源切ります。よくカメラ前を通り過ぎている動画がありますが、どのように撮影されていますか？それはこれをこう置いて、でヒューって通り過ぎたりしてまた戻ってきてます。そんな映像も中にはあるんで、行ってんのにカメラまた取りに戻ってきてる、だからそんなんを見てもうたら分かりやすいに違うかなと思います。でね、このねジョイビーの優れているところは、ここがね磁石なんですね。だから金属系のもんやったらカチャッとこれが立つんで、すごいセットして取りすぎるっていう作業がスムーズにいきます。フランスのニースの時もここ1本落ちたし、割れるんですよね、このつなぎ目が。だから新しいのをこれ実は買ったんですけど、これね、ここがね磁石じゃないんですね。で大きいし、もうまたメルカリで売ろうと思って箱に入れたままにしてます。だからもう私はこのセットが気に入ってます。だから通り過ぎる映像は人に持ってもらうっていうのはないですね。よっぽどインドに行った時ガイドについてくれた人にはこうやって持ってっていう風に言ったりしますけど、自分で全て撮ってます。この撮られる心配ですよね。一回撮られかけてます。ロンドンで心配っちゃ心配なんですけど、
早朝とかそういう人があんまりいない時はできますなんかこれから先ね、でも何が起こるかわからないんで、ちょっとわからないですそれは捉えるかどうか。リュックを背負ってる自分というのが好きやから、その姿を残したいんですね。はい、次、編集ソフトは何を使ってますか？これはね、パワーディレクターです。この後操作の仕方を説明しようと思います。私毎日ターヘルアナトミアやったらポッドキャストで映像、あれも一応ね声だけなんですけど映像を作るんですよ。それはベロっていうアプリで作ってます。そして動画の BGM を選ぶ基準、もうそれは自分の好みの音楽かどうかと、あと著作権に引っかかる引っかからないですね。それもパワーディレクターの中にある音楽から選んでます。はい、1本の動画編集にどれぐらい時間がかかりますか？これはね長さにもよるんですが、25分ぐらいの動画やったらカットして映像をで文字とか入れてやし12、3時間じゃないでしょうか。私は1日で終えるってことはやったことないです。一回カットしてでこう次の日編集するっていう感じですね。で次、動画編集のコツを教えていただきたいです。はい、これは次実際にパワーディレクターを使って説明しようと思います。たくさんの動画データはどう保存されてますか？もう消してますね編集が終わったら消してる。パソコンにも取り入れてないし。はい、ではパワーディレクター立ち上げましょう。でこれ立ち上がったらまずやることはね、ここの歯車マークをクリックして、メディアキャッシュというのを削除します。前のキャッシュをすべて削除しないと機械がうまく動かないんですね。だからこの操作をしてで OK で元の画面戻ります。で次やるのは、ファイルを取り入れます。でこれは今まであるファイルですよね。でこれが元の映像なんですね。でこれを、1の部分に持っていくんですけどね、シフト使って全部選択して、ほんでダダダッと引きずって、だからドラッグして持っていきます。ここに入るんで、次はね、トラックをちょっと3種類やったら少ないんで、それを増やすんですね。左クリック、右クリック、こうやってこのね、ここ一番上は0にして、で動画だけを5段増やします。こんなトラックが増えたんですね、これで。で次はちょっとトラックをこれちっちゃくしていっぱいトラックが見えるようにしてます。で一回保存した方がいいですね。何でもタイトルはいいんやけども、変えるとか適当に私はいつもこれはタイトル入れてます。で一度保存して、この保存はこまめにした方がいいですね。結構ねパワーディレクター固まったりするんで、そうするとこれは次何するかな。これはね、前のプロジェクトを一回開いて、同じタイミングで同じ文字を出したいとか、同じ音楽使いたいっていう時ありますよね、シリーズやったら。でそれをね、コピーするんです。このおばさんバックパッカーかな。でフランスの国旗のマークと
音楽ですね。これをすべて指定して、コピペです、これは。これから作るカエルを開いて、ここにで貼り付けます。ほんなら前と同じタイミングじゃないな、音楽が使えたり、コピペできるんですね。そして次は映像をね、カットしていきます。今のでボリューム上げてるんですね。で、声をこう聞こえやすいようにして、やっぱり言葉ごとに切っていくことが多いんで、この声の山が見えた方が編集やりやすいんです。とりあえず食べるわ。8時にしか開かへんし。ここで切ろうと思った時に、どこで切るのかな。あれやけどな、うちの番号が違うねんな。もういいわ。どこで切ろうか結構迷ってますね、これは。で、映像を再生させる、ストップさせるっていうのはスペースキーで操作してるんです。ここにしようって感じかな。これで右クリックです。んでカットして、ここで映像を一回切るんですね。で、今は削除しました。デリートを押して。で、ここでもう一回切ろうって感じですね。右クリックです。で、これも消すかな。デリートをして、ほら、消しましたね。とりあえず食べるわ。8時にしか開かへんし。でもこの声は残したいみたいな感じでしょうね、これで。カフェラテ。ここでね、これ裏技なんですけど、音と映像をこう分かれさすことができるんですよ。これよう YouTube の映像を使ってはると思うんですけど、でこれで、声だけを違う映像につける、こう動かすと上書きして、で元の映像を、声の入ってた元の映像を消すんですね。そしたらカットが全部終わったんで、次編集に入っていくんですね。何するかな。このメインテーマですね。これをどのあたりに入れるかっていうので、ちょっと今移動させてます。でも結局今回は多分これなしにしたんですよね。この音楽は最後に入れることにしたと思います。これは文字なんですね。おばさんバックパッカーとフランスの国旗のマークかな。これを今動かしてます。次は航空券のスクショ映像を表示させます。でそこから選ぶとこっちにパワーディレクターの方に入るんですね。でその映像をドラッグして入れたいところに置く。番号違うねんな。でこの位置はちょっとかぶりすぎやし、もうちょっとずらそうかっていう感じですね。ドラッグします。あれやけどな、うちの番号が違うねんな。もういいわ。と
とりあえず食べるわ。8時にしか開かへん。で微妙にこれもドラッグして長さを調節してますね。けどな、うちの番号が違うねんな。もうちょっと長い時間表示しようというとりあえず感じかな。食べるわ。8時にしか開かへんし。ちょっと分かりづらいし文字を入れようと今してます。文字で、これねもう自分で登録してるんですよ、こういう文字だからそっから選ぶ感じですね。この文字使おうっていうか、場所を入れるのか、場所ですね。これはこれをコピーですね。コピーして貼り付けてますね。日本語表記のあるのは日本語表記も載せます。これもコピペです。で、ちょっと大きさを調整して、これドラッグしてます。大きくしよう思って。で、ドラッグで位置を調整する。出す位置。あれやけどな、うちの番号が違でうちょっとねんな。こんな感じかな思って見てますね。とりあえず食べるわ。8時にしか開かへんし。ちょっともうちょっと長くしてますね、これは。で、これだけやったらちょっと分かりづらいし、説明文入れようかなという感じですね。で、下に行くほど前に映像が出てくるんです。だから、この飛行機のスケジュールよりも、今打ち込んでる、1、2、3、4列目か。4列目の字が前に出る。ちょっと位置を調整します。下の方に持っていく、ドラッグして。前に出てくるじゃないですか。で、ここで値段を入れようとしてますね。自分のすでに登録してたのをドラッグしてきて作ってる、ずっと旅行中作ってたExcel の表からコピーします。で、何を食べたかっていうやつと、で、日本円をコピペ。もう一回やん。で、太くして斜めにする。で、ドラッグして位置を調整ですね。パンオショコラとこんなのでもうちょっと位置を、場所をドラッグしてます。出るタイミングを調整して。こんなのだからトイレ行きたくない。で、美味しいって言ったし、美味しいっていう字ももう登録してるんで、そのままドラッグしてくるだけ。で、これもドラッグして位置を調整して。で、美味しいってちょうど言うタイミングにトリミングします。手でちぎるの。で、長さもちょっと短くしますね、これも。で、こまめに登録しておきます。この音楽ってとこで、マイオーディオでダウンロードっていうとこにも自分の気に入った曲を入れてるんですね。で、それがこの中でどれにしようっていう感じで。で、これ気に入ってた曲なんですけどね、この BGM のこのいくつか種類があるんですけど、このメタっ
っていうとこ、メタのマーク入ってますよね。ここに入ってると、インスタとかでは使っていいんやけど、YouTube では引っかかっちゃうんですよ。で、この曲、そのメタの曲やし、もう使えないな思って、今回使わないんですね。で、あかんわっていう感じで違うのを探そうという感じですね。結局消すんですよ。ディスクから削除します。もうそれ入れても著作権引っかかっちゃうんで、どれにしようって感じですね。で、選んでいいのはね、この、メタじゃなくて、下にあるサウンドストライプ。ここからやと、YouTube 引っかからないんですよ。だから多分これ、新しい曲探そうとしてんのかな。でね、こう種類にいくつか分かれてて、こう好きなやつはハートマークとかつけたり、ローファイが結構好きですね、見つけるの。こう音を聞いて、これね、めっちゃ時間かかるんですよ、曲決めるの。すごい時間かかったと思うな、これ。で、結局、自分の、やっぱりダウンロードしてた曲を選ぶはず。ここでドラッグして入れる。で、音量調整して、微調整ですね。もうちょっと前に持っていこうって感じかな。もうちょっと前持っていって、で、ちょっとこっから入れようみたいな感じですね。ここは録音した音で、でもちょっと音を消して、こっから入れるっていう感じ。で、曲調が変わるとこで切り替えるかな。そうやね。曲調に合わせて、この映像も切り替えていく。なんか曲がこの映像のリズム作ってくれる感じかな。で、ここも音なくして、で、地図を入れなあかんと思って、フライトマップみたいなやつ。これもGoogle マップをスクショします。パワーディレクターかに取り込みます。スクショ。入ってきたし、それをドラッグします。で、入れたい長さ調整して、
位置も調整して、で文字を入れるんですけど、これは自分でもうすでに登録している文字ですね。これの地名っていうやつドラッグしておいて、長さ合わせて、これをニースって入れるのかな。で、これはちょっとちっちゃいから見えにくいし、画面拡大して200倍にしてるのか、200% してるのかな。で、そのニースの場所に持っていかなあかんし、結構大変ですよね。ドラッグって感じ。ちょっとやっぱり色変えようかなって感じで青にしてますね。で、今コピペしましたね。ニースの文字をコピペして、コピーした方をイスタンブールっていう文字に変えて、で、色も目的地やし赤にしますね。赤にして、日本国旗ってやってこう出てくるじゃないですか。Google で。で、フリーのを選んで、どれにしようかなって感じですよね。で、これにするフリー素材やし、右で登録、名前変えといた方が次見つけやすいかな思って。フラッグジャパンにするのかな。で、ダウンロードさして、で、パワーディレクターの方にメディアの読み込みでファイル、さあそれをクリックしたらパワーディレクターの方に入る。それをドラッグして、ちょっと大きすぎるし、ちょっとね、動きがうまくいかないんですよね、これ。うまくいかないときは、ちょっと専用のを開いて。日本のとこに持っていく。で、ちょっとわかりにくいし、なんか言葉入れた方がいいかなっていう感じで、これはすでに自分の登録してる文字ですね。言葉を加えます。加えたやつをその場所にドラッグしていく。ちょっとこの色どうやろうっていう感じですね。で、もう一回流して確認ですね。では編集いかがだったでしょうか。こんな感じで編集を続けていくと、最初は全然めちゃくちゃ時間かかってたんですけど、すごく早く編集ができるようになります。もし編集に興味がある方は参考にしていただけたら嬉しいです。では一緒にいい映像を作っていきましょう。ではさよなら。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。チャンネル登録もぜひお願いします。